僕写真を撮るんですけど、日本のいろんなところに撮りに行くための足として車がもともと欲しかったので。ボーイズ&ウィルズ TV、 今回も始まりました。素敵なオーナーさんと車に来ていただいております。お名前は？萩原哲平と申します。哲平さんでお呼びしていいですかね。じゃあ、はい、年齢はおいくつですか？今28になりました。どちらからいらっしゃいましたか？東京の世田谷から。世田谷にじゃあこのから車を止めてる？車は実家の方に置いてまして、実家が東京の青梅市という場所になります。なるほど。そちらから今日は、はい、ありがとうございます。お仕事は何されてますか？カメラマンのアシスタントをしております。そして車は何でしょうか？日産のテラノという車種になります。懐かしいですね。昔はたくさん走ってたんですけど、年式は91年のモデルになります。こちらはその時代でございます。はい、91年のテラノと96年のはい、計算でお送りします。てっぺいさん、愛車遍歴の方を教えていただけますか？初めて購入した車が日産のラシーンという車になりまして、2017年に初めて買ったんですけど、2回目の車検を通すか通さないかというタイミングで、今のテラノに乗り換えました。なんでテラノに乗り換えるきっかけあったんですかね？ラシーンもすごい好きでずっと乗ってたいという気持ちはあったんですけど、今のうちにいろんな車に経験として乗ってみたいなっていう気持ちが強くなってテラノに乗り換えました。特に思い入れがあったんですか？テラノには。もともとずっと考えてたわけではなかったんですけど、こういうちょっとカクカクしたフォルムと黒缶とか RV とか、そういう類の形がもともと好きっていうのは一つありました。あとは自分の父が昔このテラノに乗っていたみたいで、それで自分も乗ってみたいなっていう気持ちが強くてこの車にしました。お父さんも赤だったでしょう？父は濃いめのブルーだったと思います。確かにちょっとラシーンとテラのサイズは違いど四角い形、2ボックスで似てるなと思う。このシルエットが好きですね。赤は決め字だったんですか？特別この色っていうのを探してたわけじゃなかったんですけど、タイミングが回ってきて赤とマニュアルの組み合わせが出てきたので、ここで行くしかないなと思い購入しました。マニュアル車なんですね。はい、基本的にこういう角張った車がお好き？そうですね。ラシンの頃から好きですね。それでマニュアルも決め字で探してたんですか？ラシンはオートマだったんですけど、せっかくマニュアルの免許持ってるし、エンジンも大きくなるのでせっかくならマニュアルで探したいなと思って中古車市場を見てました。すぐ見つかりました？そこまで豊富に選べるわけではなかったですね。で運よくこの答えを巡り合って、エンジンも大きいとしましたけど、どれぐらいのエンジンが？ V6 の3リッターのエンジンが。車体も大きいからそれぐらいあった方が余裕で走れそうな気がします。そうですね。どれぐらいの期間探したんですか？半年か行かないかぐらいの間で探してました。どこでどういうふうにご購入されたんですか？埼玉の中古屋さんで出てるのを見て見に行きました。そして見に行ってで一目惚れというやつですね。その場でほぼほぼでそこに下取りを出してらしい。そうですね。ちなみにどれぐらいの値段買われたんですか？下取りも込み込みで乗り出して120ぐらいで。それぐらいであるんですね。その後にグイグイと上がって高い個体だと倍以上はしてるのもありますね。コマーシャルに出ちゃったんでしたっけ？そうですね。自分が探してるちょうどそのぐらいのタイミングで、マックの CM に出まして、その時やり取りしてた中古屋さんからも値段が上がってくるかもねみたいな話を聞いて、もたもたしてられないぞというタイミングでこの色に巡り合って、じゃあ今行くしかないんじゃないのかということで。くしくもマックのコーポレートからの赤でございましたけども。はい。この個体の特徴ってあったりしますか？自分でカスタムしたわけではないんですけど、北米のパスファインダー仕様にパーツを換装してもらってるところが多くて、後ろにも書いてありましたよね。ギアのガーニッシュとかサイドミラーだったり、中のバイザーだったり、横のウインカーもスムージングしてあったり、若干スタイリッシュになってるところが結構気に入ってます。洗練された感じ。そうですね。ここはちょっとみたいなところってあったりします？ハンドル周りのスイッチで押しにくいなっていうのがあって、ハザードとかリアのワイパーとかがハンドルの影に集中してて、最初乗り始めた時はすごい押しにくかったですね。なるほど。人間工学的に手が届きにくいとか。ちょっとこう今の車ってハザード真ん中とか、押しやすい位置にあるんだけど、最初分かんなかった。まあでもそれぐらいということで、そう乗ってみましょう。ということで乗り出しまして、最初に僕びっくりしたのがエンジンの V6 サウンドが結構アメリカナイズされてるという、ドロドロっとしていい感じですよね。そうですね。大きすぎずでもしっかり運転してるサウンド感というか、そういうの感じられてすごい好きですね。あとポジションもいいですね。高さ、視界が良いです。逆に最近の車とかレンタカーで借りると意外と見にくいなって思っちゃうこともありますね。四角いから感覚もつかみやすいし、切りもいいと思います。そう四角いから端っこが
ってるのも分かりやすいし、シートもふわふわで気持ちがいい。どうでした？初めてラシーンから乗り換えたお父様が乗ってたというちょっと憧れのキャラ、はい、ゴツゴツした RV 寄りの運転感覚を想像してたんですが、ラシーンとそこまで差を感じなかったというか、割とすぐ慣れがきましたね。軽やかですよね。もっとゴツゴツするかなと思ったら、音も遮音されてるし、いい感じの乗用車的なそうですね、切れ味がありますね。それが結構意外で良かったと思います。結構毎日乗ってるんですか？今は実家の方に車を置いちゃってるので、月に 1,2 回ちょっと遠出したりっていうぐらいのペースですかね。うわ乗りたいなみたいな時ありますか？実家にいた時は乗りたいと思ったらすぐドライブとか出れてたので、いざ離れるともどかしいなという感じはありますね。実家に乗ってた時はもっとバンバン乗ってたんですか？そうですね、奥多摩も 3,40 分ぐらいあれば行けてしまうので、フラッと一周流したりするのはすごいいい場所でしたね。長距離は乗ったことは？長距離の方が多いですね。僕写真を撮るんですけど、日本のいろんなところに撮りに行くための足として車がもともと欲しかったので、最近だと桜を見に福島の猪苗代の辺りまで行きましたね。200、300ぐらいはありますね。ですよね。はい。お一人で行って写真撮って。そうですね。その時の寺野で福島をドライブしてきたのがこれになります。わざわざ行って写真撮るって行ったかいってありますよね。実際に自分の車でその場に行ってっていう体験は変え難いものがありますね。そうなんですよ。向かってる時なんでこんな遠いところに俺行ってんだろうと思うんですけど、撮ったものを残せると行ってよかったみたいな。そうです。他にはどんなとこ行きました？去年友達と富山まで日帰りで行ってきたんですけど、早朝に出て最初岐阜の山で撮影したい場所があって、その後富山の魚津に移動して向こうでご飯食べてこっちまで帰ってきました。泊まりじゃなくて日帰り？泊まりじゃなくて、その友達と社会人になってからそこまで休みが被らないので、なるほど、もうじゃあしかないと。1日で行けるとこまで行こうかみたいな感じで。すごい。運転は交代交代？いや全部僕がしました。変わろうと思えば変わってはもらえるんですが、逆に僕が彼の車に乗ってる時は基本彼にお任せなので、お互いよほど限界じゃなければそれぞれの車はそれぞれが運転っていう、そうですね。やっぱりエンジンが大きいから長い上り坂とかあると、不満なしで行けちゃいます？そうですね、過不足なく走ってくれると思います。ラシーンの時は結構パワーがなくて、それが可愛いところではあったんですけど、まあですね、中央道とかの坂道に入ると最近の軽の方が速かったりっていうので、おとなしく左の多反車線に入ったりとかしてましたね。この車だとそんなこともせず？そうですね、頑張って走ってくれます。素晴らしい。あとね、内装の色がいいですよ。外の色と合わせたんですかね。僕も当時のカタログとか詳しく見てないので分かんないんですけど、でも赤に対して中がこの色になってたんだと思います。いいっすよね、この昭和感が残ってるという、ちょっと純喫茶みたいな。そう走る純喫茶ですね。そうですね、いいですね。はい、車に合わせた服装とか持ち物とか積んでるものとかってあります？綺麗なところとかに走りに行って向こうでのんびりしたい時とか用にキャンプの椅子みたいなのは積んでたりとか、聴く音楽とかは90年代のとかは流したりしますね。車が音楽を選ぶというか、当時乗ってた人はこういうの聴いてたのかなみたいな感じで想像して流してみたりとかやりますね。さらに純喫茶化が進む最近の乗り方としてはのんびりクルージングになるんですかね。僕伊豆に結構行くんですけど、そうなんですね、伊豆のスカイラインとか西伊豆の方の高原道路とかそういう開けた場所を60キロぐらいの感じで流したりするのが好きですね。車をメインに撮りに行くんですか？それとも風景だったりとか自然が結構好きだったりするっていう？そうですね、自分全国の巨木とかご神木の方をずっとテーマに制作をしてまして、それで日本各地に行くことが多いんですが。なんでそこに惹かれるんですか？地元の青梅で育ったっていうのもあるんでしょうけど、日本人の昔からの信仰とかそういうのを調べて興味が湧いて、いろんな場所にあるご神木とかをとりあえず試しで見てみようかなっていうのがきっかけでハマっちゃったっていう感じですね。スタートはご神木、どこのご神木だったんですか？一番最初に行ったのは埼玉の越生っていう場所にあるクスの木が関東で一番大きな木っていうのが調べて出てきて初めて行ってみたんですけど、自分が想像してた何倍もの
大きさで、木ってこんなに大きくなるものなんだっていう経験にちょっと衝撃を受けて、しばらく続けてみようかなっていうことで今6年目ぐらいですかね。今まで何本ぐらい撮りました？300とか。もちろん大きさだけじゃないんですけど、インパクトがある木は結構ありましたね。300本も撮ってらっしゃると多分もうこれはいいなとか、大きくてかっこいいけど自分の趣味じゃないなとか、そういうことも発生してきちゃう。直感でこれいいなって思うのとか、それも面白いなと思うんですよ。最初これでいいかなと思ったらもっともっといろいろ気づいてって深掘りすればもっと気になることが出てくるというか。これはねやっぱり木を300本撮った人じゃないとわからない深みな気がしますけど、最近あんま乗ってらっしゃらないとはいえ月々の維持費ってかかるわけじゃないですか。参考までにどんな感じなのか自身も聞かせていただけますか？そうですね、保険と駐車場と税金関係を月で割って、ガソリン代も入って、ガソリン代も込みで3万ぐらいですかね。地元に車を置かせてもらってるっていうところで駐車場代を節約できてるので、ここは大きいと思いますね。3万円で1、2回しか乗れないんだったら高いんじゃないと思う方もいると思うんですけど、はい、多分3万円あったら 4,5 回レンタカーしても乗れる。そうですか。でもそういうことじゃないってことですよね。もっと効率のいい乗り方を探せばいくらでもあるんでしょうけど、僕は今すごい楽しいのででも全然多分哲平さんの今の乗り方はいいなと思いますけどね。だってこれを乗ってるってなかなかないんですよ。適正価格だと思います。整備とか故障とかその辺は何かありました？買ってレッカーとかの経験まではないんですけど、オイル漏れだったりブレーキ焼き付きだったり、はい、ちょこちょこ出費はありますね。経年劣化といいますか。そうですね、長年付き合っていくための。じゃあ大したトラブルではなくて、すごいトラブルにはまだ出会ってないです。パーツってどうなんですかね、テラノって。在庫ってことですかね。そうです。国内では少ないですね。アメリカとか中国とか海外に頼れば輸入してもらえるんですけど、国内で探すってなると結構大変ですね。必要となればアメリカに頼ります。そうかそうか。はい。哲平さん身長結構高いですよね。何センチですか？180と言い切りたいところではあるんですが、ここ2年連続で 179.9 センチ止まりなので、ここで僕の身長は止まりました。最近までちょっとずつ伸びてたってことですか？大学出てから2ミリずつぐらい伸びてて、このままだったら180いけるんじゃないかとワクワクしながら健康診断に行ってたんですが、諦めることにちょっと大きい身長の方がこういう車乗ってるとなおさら似合う気がするな。じゃあ哲平さんズバリこの日産テラノ100点満点何点でしょうか？100点ですね。おお、100点。はい。その理由はやっぱこの時代だからこその不便さとか、はい、いろいろ壊れたりとかあるんですけど、そこも愛せるというか、この時代のだしなって思えてしまう愛らしさというか、そういうのと付き合っていくのが僕は楽しいと思えるので、ここがなっていうポイントはあるけど、はい、別にそれがすごくマイナスかっていうと僕はそうではないので。なるほどね。テラノは100点です。おお、3点が出ました。そしてこのテラノズバリ乗り続けますか？今はずっと乗り続けたいなとは思ってます。他にもし気になる車が出てもこれは置いといて増やすとかどうします？そしたら増やしたら夢ですけど、テラノを乗った時もマシーンが別に嫌になったから乗り換えたとかではなくて、今のうちに1回は乗ってみたいなっていう意味でこのテラノにしたので、そういう意味ではテラノ以外にも乗ってみたい車っていうのはあったりしますね。そうですよね。はい。ということで今日はですね、この真っ赤なテラノと哲平さんでお送りしました。そんなに古さを感じさせないおおらかなすごくいい状態の乗り物でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ということで哲平さんのテラノでした。じゃあねー。